今回ですね、美術部に作ってもらったですね、タタラバの模型なんですけども、700分の1ぐらいのスケールだと思ってください。全体の地形はかなり正確に作ってもらったんですけど、建物はね、大きめです。実際はもっとちっちゃい建物が、びっちりあると思ってください。ただもうそれだと可愛くないので、可愛さ優先で、ちょっとポイントで分かるようにですね、大きめに建物を作ってもらったんですけど、実際もっとちっちゃい建物がぎっしり入ってます。巨大な要塞ですね、はっきり言っちゃえば。これ全体が一つの要塞になってます。というか、要塞っていうよりもですね、なんかお城と城下町の構造に近いですね。上の廓が、お城部分で、下の方がですね、城下町っぽい作りになってるんですよ。で、設定によれば、これってもともとこっちの地面と山と繋がってたんです。だから、この突き出した岬だったんですよ。湖の方に。で、この突き出した岬を自分たちでガーッと掘って切り離して一箇所しか繋がらないですね。人工の島にしたんですね。無限にですね、木が伐採されたのでですね、周りの山はもう丸裸なんですね。でも寂しくですね、木がポツリポツリと生えた跡があるぐらいですね。なんでかというと、炭を取るためにも木を切って、で、砂鉄を取るために山を切り崩してるから、こういうふうな構造になるっていうふうに思っておいてください。これがですね、タタラバの入り口ですね。正面の橋があって、そこに、一応ここの部分だけ可動にしてもらいました。こういうふうにですね、巨大な杭がですね、開くような構造で中に入れるようになっています。この入り口はこの、幅広の橋一本だけですね。で、毎日ですね、日が暮れる前にですね、男たちが4人がかりで巨大な、仕掛けを回してですね、この橋をですね、閉じてしまいますですね。門を閉じてしまいます。もちろん目的は外敵を防ぐためです。で、この門はですね、外開きですね。内開きにしちゃうと、工場兵器って言って城を攻める、でかい杭みたいなやつでドンドンドンとやると開けられちゃうんでですね、絶対に外側から押して入れないような引き戸式のですね、構造になっているわけですね。だからもう完全に本当に、守るための山城のような構造になっています。で、じゃあこれ焼き討ちすればいいじゃないかというと、タタラバの構造からというか、元々の定義からしてですね、焼き討ちの攻撃できないんですよ。それはなんでかというと、まず中央にですね、巨大な、製鉄用のタタラがあるから防火設備が整っているというのもあるんですけども、なんでタタラバを攻めるのかというと、これが欲しいからなんですね。タタラバの施設と技術者が欲しいから攻めるわけでですね、実際に兵隊を入れて降伏させるしか方法はないんですよ。ここの中の人とかですね、設備を殺しちゃったり壊しちゃったりしたら、それはもう意味がないんですね。タタラバが欲しい人というのは必ずタタラバをですね、壊したいんじゃなくて欲しいわけですから、焼き討ちっていうのはできない。なので、この構造ですね、城としてすごい優秀なわけです。実際にですね、このタタラバのですね、使われ方をですね、アニメの中のシーンで見てみようと思います。さっきも言ったように門は開閉式ですね。外側に開くタイプです。で、中入るとですね、案外ですね、ご飯を炊く煙とかがいっぱい上がってて、生活市町村の風景です。で、下の廓ですね。廓っていう風な言い方をしてますけど、この模型で言うと、下の廓、上の廓の二重構造になっています。で、この下の廓の方は、牛飼いたち、牛追いたちの生活スペースになってるんですね。上の方はタタラバに住む、女の人たちのスペースなんですけどもですね、奥の方の建物を見るとですね、2階にですね、宴会場みたいなのがあって、みんな飲んだり食べたりしてるんですよ。2階建ての建物もですね、割と多いんですよね。タタラバのですね、この下の廓の方はですね。で、男女混じって楽しそうにしてるんですけども、実は食事が男女別なんですよ。3番目のコマ見てください。男たちだけでですね、仕出しのご飯ですね。この男の人がですね、自分のお茶碗に大根の炊いたのかなんか入れてるんですけども、みんなこういうふうなご飯の食べ方してるんですね。学校給食みたいな食べ方してます。男も女も、門のところからですね、玄関のところからそれを覗いて生やしたったりするんですけれども、男たちや女たちがいるところに入っていこうとしない。門のところまでしか来ないですね。で、女たちもこの、アシタカがですね、いるのを見てですね、玄関のところに集まって生やしちゃってるんですけど、決して中に入ってこない。下の車はですね、お店があったり、ご飯屋さんがあったりですね、物々交換の場所。交換っていうかね、米とか配給制みたいです。そういうですね、のがある奥に行くと一本道があります。この長い一本道が上り道になって、上の車ですね、に繋がっているですね、細い道があります。普段はですね、この上の車と下の車の間のこの門
は解放されてるんですけどもですね。だから、男女が自由にここで交流できるようになってるんですね。ところがですね、有事、何か戦闘があった場合は、この門が閉鎖されて、上の車が完全に独立するようになっているんですね。ローマ水道もですね、この上の車の巨大な貯水池にですね、水が溜められるようになっていますね。攻め込まれたら、いざ戦争で攻め込まれたら、下の車を捨てるのが目的なんです。下の車を占領させといて、上の車のこの一本道にですね、敵の兵力を集中させると。そうすると一本道しかないから案外兵力の集中できなくて、守りやすいというですね。現に映画の後半でですね、浅野久保という現地の侍が攻めてきた時もですね、早い時点で下の車を捨ててですね、籠城戦にですね、切り替えましたね。上の車だけで。その籠城戦の模様なんですけども、浅野久保に攻められて、で、割と下の橋がですね、占領されて、下の車にですね、入られてしまいますね。で、浅野久保方がですね、その門から、自分たちがですね、分取った米とかをですね、持ち出してますね。門も開きっぱなしにされています。こういうふうに、早い段階で下の車はですね、占領されてしまいました。しかし、それはもう、あらかじめ、烏帽子御前が読んでいたことでですね、籠城戦になったらですね、ちょっとわかりにくいんですけども、これが斜面なんですね。ここにあるのが一本道の上の車に行く斜面で、そこにですね、坂もぎと言われるですね、上向きのですね、尖った杭をずらりと並べてですね、で、こっちに来れないようにして籠城していますですね。下の車を占領させることによって攻撃ルートを一本に絞らせる。なので女たちでも守りやすいというですね、もう男たち、牛飼いたちが住むですね、下の車ですね、職人たちも、いざ生活するときは下の車に降りているようです。とですね、上の車のですね、たたら場がある、製鉄所がある部分とかですね、この周りで鉄を打つところは男もいるんですけども、これも通いが自由になってるから入っているみたいなんですけども、基本的に上の車って女たちだけの世界なんですね。だから、烏帽子御前が守ろうとしてるのは女たちだけなんだというのを、これ作ってみて本当にしみじみ感じるんですよ。だから、牛追いのですね、皇禄たちがモロの襲撃を受けて谷に落ちた時も、あっさり見捨てて、帰りを急いだと。烏帽子御前にとって男は消耗品で守らなければいけないのは女たちだというふうに思ってるから、こういう構造になっていると。上の車のさらに奥にある隔離施設ですね。これ実際一段下がったところにある、段差が下がったところにあるんですけども、この上の車にですね、汚れとかですね、たたりを持ち込まないためにですね、ちょっとこの池があって、で、水路がぐるーっと回っていて、この水路の向こうの隔離設備になってるんですね。で、この奥にはですね、ハンセン氏病患者ですか、ハンセン氏病患者たちの研究施設がありますね。こういうふうな構造になっています。中は薬草のですね、菜園になっています。で、ここで秘密兵器のですね、新型の石ビアを作っているわけですね。これを作っているですね、開発しているハンセン氏病患者の技術者たち、言葉がちょっと変なんですね。映画の中で見てると、怖や怖やというふうに言ったりですね、烏帽子ともタタラ場の人とも違う、ちょっとね、京都言葉なんですよ。怖や怖やっていう。都風、京都風のですね、訛りがあって、貴族訛りがあるんですね。だからおそらく、天皇とか朝廷側の技術者だったと思うんですね。その人たちがですね、おそらく海外に留学経験、民家朝鮮に留学経験があって、でそこでいろんな技術を学んできたんだけども、病気をもらってしまったと。そんな感じじゃないかな。でないと、その彼らだけがちょっとね、訛りが違うのが説明つかないんで、そんなもんだと僕考えてます。で、このハンセン氏病患者たちの隔離施設こそがですね、烏帽子御前がジゴボウにも秘密にしているですね、この、最大のポイントなんですね。実はこっちじゃないんですよ。最大の秘密で開発場所ここなんですね。ジゴボウですら知らない新兵器だったですね。で、ジゴボウとしてはですね、自分たちが持っている中国式の石ビアですね、明から輸入したもののですね、量産をさせてると思ってるんですね。これを量産してくれと。で、早く作れ。そして作って森を焼いて、で、しがみを倒せというふうに言ってるんですけどもですね、それをさらに改良して、自分たちの武器を作り上げて量産しようとしているという、この烏帽子御前のですね、野望はですね、ジゴボウも知らなかったですね。なので、おこと主との戦いにおいてですね、烏帽子は堂々とその新型の石火を持って現れるんですね。だからジゴボウにそれらを見せたのは何でかっていうと、ある種、秘密兵器でありながら、私たちはこういうものも作ることができるので、
もうちょっと私たちを大事にしてもいい。具体的に言えば、タタラ場を解体したり、占領するのはやめて、もうちょっと私たちの好きにさせた方があんたたちに値打ちがあるよという意味かもわかんないし、もうすぐこれはジゴボウとの共存関係が終わるというですね、戦闘のですね、意思表示かもしれない。そういうふうなサインかもしれないというふうに思いました。